はい、おはようございます。おはようございます。はい、小泉進次郎カットが定着してきました。昼間です。はい、今日はですね、冬の針金掛けということで、ちょっとお話をしたいんですけど、ちょっと前段で話すると、これは赤松なんですけど、はい、ここをですね、かなり昔です。もう多分4年ぐらい前に、バキッとこう曲げて、折り込んだっていうのと、その後針金掛けをしたんですけど、その時に弱ってた木が、針金かけた枝がなんか枯れてたっていう、で、今こんなに元気になりましたよっていうことで、実はね、これを今日動画でやろうかなと思ってたんですけど、ちょっと時期がもう11月半ばで、放送される頃にはもう11月後半。そうぐらいですね。そうすると、赤松はこれ私の考えなんですけど、冬は小白は針金掛けいいよって言うんですけど、赤松に関してはちょっと、枝がね、硬いんで、パキパキ割れる時あります。なので、小白の冬の針金掛けはいいって言うんですけど、新白も五葉松も黒松もいいんですけど、赤松は私はちょっともう避けた方がいいかなと思ってるんで、今日はやりません。やらない。やらないという説明を一応。で、暖かい時ですね。6、7月とか。8月とかになってくると、少し今度、水水とね、形成層が剥がれる危険性はあるんですけど、非常に柔らかいので。これだから、蛭間さんの経験則経験則だけの話です。多分そんなのは本に出てないと思うんですけど。なんか一緒になってますよね、黒松とね、大体。そう、小白はっていうね、一緒くたになってるんですけど、赤松は私はちょっと冬場はやめた方がいいかなと思ってるんで、特に少しこう枝を下げるとかね、そういう緩い針金だったらいいと思うんですけど、ギュッとこう曲げたりなんかするとパキッてこう硬いんで、パキパキ折れるんで、ちょっとそこはね、黒松と性質が違いますんで、ちょっとご注意をと。なるほど。じゃあ今日の動画終わり。終わりです。ということで。ありがとうございました。いいね。ショートにもなんない。もう一個だけ。臓器もですね、私は以前は、冬場に針金かけてました。みんなほら、落葉して、針金かけやすいんですよ。そう。で、針金かけは冬だっていうのも頭にどっかにあったんで、やったんですけど、結構痛めますね。で、欅なんかも、これ私も昔紹介したかもしれないですけど、こう、やりますね。起こしてこう、紐で結んだりなんかしてって、結構やってたんですけど、あれでね、紹介しながらこういうこと言うのもなんなんですけど、結構枯れたりすることあります。あれでね、春になってほどいて、そうするとね、中のね、枝がね、折れてたりする時あるんですよ。内側が。パキパキ折れてたりなんか。で、やっぱり、少し暖かい時期の方が、針金掛け、臓器もいいかなって思いますんで、かけやすいのは冬からかけやすいんですけど、そうですね。ちょっと注意が必要かなって。これはね、でも、そういう本も出てるような気もしますけどね。適期ってあんま考えたことないかもしれない。そうですね。臓器だと。臓器はね。もともと臓器ってそんなに曲げないですよね。パキッと折ったりしないんで、大丈夫なのかもしれないんですけど、控えめにと。いうことで、冬は、やっぱり、黒松。珍しい。大好きな。危ない。そうですね。ただこの黒松は最近入手したまとめて買ったやつですね。これがちょっと買い方の説明で言った3つまとめて安くしてよっていうパターンのやつですね。そうですね。でこれが作って元気ですと。こっちの正面もできるし、こっちの正面もできるしということで作ったやつですね。それ前回作ったやつ。これ前回作ったやつで、おかげさまでもこれの紹介でたくさん買いに来ていただいて。そうですよね。あんまもうないんじゃないですか。もうほとんどないですよね。じゃあ何のためにやるのかってあるんですけど。多分グリーンクラブで売ってると思うんですよ。ありますかね。井浦さんが。井浦さんがね。で、あと、秋元さんも。秋元さんも売ってますね。っていう話ですね。だからまだ、で、今後も入手する可能性もあるんで、これはね。多分毎年入ってくると思うんで。であれば、参考になればということで、で、こんなパターンですね。で、この残り2つですね。で、これはね、ちょっと前回紹介したか、これはもう枝数が少ないんで、もう枝、これを全部生かしていくと。そこが、頭がここになって、この辺で枝作って、裏枝がこっちになるか、そっちが正面だったらですね。で、こちらの正面もあるんですね。で、さあ、どっちにしようか。これ一つの問題が出てくるわけですね。で、今は多分、ここら辺に、位置的に頭がここなんで、そっちの方が作りやすいかなと思うんですけど、根が、ちょっと細く見えるんですね、そっち。ここら辺の芸が。そうですね。どうでしょう。で、私はここら辺が、こっちの方がいっぱいあって。確かに。で、この根も面白いじゃないですか。それとさらに言うと、こっち傾いてますよね。横から見たら。そうですね。そうすると、頭はこっちで、この頭を強引にそっちに持ってった方がいいかなって。倒して。で、ここにしっかりした裏枝もありますから、
でこれで差し枝ってということでちょいとちょっと作ってみようかなと。そうやってみる。はい、でこれは一番最初に見た時に、一番太い幹で、これネゲというよりも幹ですね、でできたら面白いなと思いながらも非常にこう枝がいっぱいあって難しい絵です。でこれをどうしようかなと思って今の構想としては、この辺に差し枝っぽいものがあるんですが、頭がどこかなって言った時に、そちら正面としてでいいと思うんですけど、ここがねちょっとねのっぴりしすぎてるんですね。太いんですけどベタンとなんかどうだってなっちゃってるんで、はい、こっちでそっちでいいかな正面はと思ってまして、そうするとねここら辺に枝がないんで頭は必然的にこれになってくると。やっぱあれですね、頭から考える。頭考えますね。頭、そう頭がないとね木できないんで、これが頭になってくる。でこれにちっちゃい枝とかもこれら辺もありますし、はい、であと問題はこれをどうするかですね。後ろはねこれいっぱいあるんでちょっと抜きますね、はい、多すぎるんで。でやっぱりこの辺の幹を見せる、幹が見えるように、幹が見せる作り方、これはもう頭が上になって、そうですね、この頭を使うっていう方ですね。はい、という2つの方法でやってみたいと思いますんで、ちょっと長かったですね。一旦切りましょうか。言わなくていいか。ということで今日やっていきたいと思いますんで。まだオープニング言ってなかった。言ってなかった。ということでもう言ってるかと思ってだいぶ長かったんですけど、はい、今日も頑張っていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。ちょっと長かったです。じゃあまずこれですね、ちょっと傷んでる枝とかこれはね取っちゃってもいいんですけど、そっくりちょっとこの辺ボリュームつけるために一応残しておきます。後ろに持ってって、隠してですね、ということでいらない枝から少し取っていきます。こういう枯れてるやつとすぐ上から出てるやつかな、これもいらないな。この上のやつですね、無駄なというかいらない枝を、いらない枝の定義を先でですね、定義枝が出てる元から出てるやつとかですね、やっぱりここら辺から出てればいいんですけど、元から出てるのはちょうどこの股のところになるんで、そういう意味ではこれもそうですね、ここから出てるんですよね。いらないな、取りましょう。はい、取っちゃいます。残しててもいいんですよ。っていう人もいるかもしれないんで、枝がこう綺麗に見えるように枝と枝をこういうふうによくね言うんですけど、こういうんじゃなくて、これ真ん中取っちゃってこういうところにそうですね、2本ずつ作っていく、というのがこれは松に限らずで、ただしなんですけど、この上ここありますよね。この枝と、この枝と、この枝、あそこ3本ここ3つ重なっちゃってるんですね。本来こう取りたいんですけど、ここ頭になるんで頭は少しボリュームあっていいです。ということでこれは残しておきますね。三つ股でもっていうところですね。ボリュームが欲しいから残す。そうですね。ここもいっぱいありますね。ここね、枝重なっちゃってる。ここはね、先ほど言ったこっちが正面でこれ裏枝になるんで、この枝とこの枝とこの枝とあって、ここ真ん中こう節目も長いっていうのもありますし、基本真ん中抜くっていうセオリーから言うと真ん中取っちゃっていいかなと、いうことで真ん中取ります。これでいいかな。下はもうちょっと全然寂しいんで、ここは3つあるんですけど、これどうすっかな。でも取りましょう。やっぱりここね4つありますね。どっちかっていうとね、枝が4本ここに左右にあって、上にもあって下にもあって、下だけ取りましょう。将来は上の真ん中取るようになると思いますけど、とりあえずつけときます。でちょっと古葉をちょっと取りますね。こういうやつですね。もう今目切りしないんで、これからは、こういう古葉はもういらないと。剪定と古葉取るとかは、針金掛けする前の準備的な、そうです針金掛けやすくするためにですね、6月7月ぐらいに目切りをするんだったらこういう古葉今取っちゃいましたけど、こういう古葉って大事なんですけど、今もうしないのでもう取っちゃいます。これ不要な枝になっちゃうんで。ちょっと一応フルパッ取ったんですけど、ちょっと葉っぱ長いのがいくつあるんでちょっと切ります。これはもう映えです。映えです。で先端茶色くなります。少し経つと。でもこの
映えたい。映えです。もうそれだけですね。どこかな、大体良さげですね。でこれで針金かけやすくなったよということですね。はい、まず針金かけですけども、下からかけるっていう話をこの間したと思うんですけど、はい、同じ太さの枝をどれかなと言った時に一番上になっちゃうんですね。ですからこの場合はそちら正面なんで針金が見えないようにこの裏手を回してこれとこれにかけようかなって。頭の枝と差し枝かな。差し枝ですね、はい、ちょっと普通じゃないかけ方ですね。普通は下からずっとかけていって、だけどその相手がいないんでその相手が一番下と一番上になっちゃうっていう、一番離れたところをかけるようになります。なるほど。で今日は銅線かけるんで3分の1ぐらいですね。曲げる枝の3分の1の太さ。16番ぐらいかな。はい。ちょっと針金見て切るんでしょう。横から見るとね分かりやすい。そうですね。同じ太さの枝は頭と差し枝という。今言ったように裏回してですね。裏を回してこれは上からこちら側から入ってこう潰していくんですけど。はい。そうですね。これがここに入ってここからここに入って裏回ってここに当たる。曲げる角にですね、針金が当たる。はい、当たるようにですね。ということでちょっとやってみたいと思います。これですね。まずここに入りますね。でここに入ってここに当てる。こっちはまあどう入ってもいいですけど、とりあえず下行きましょうか。下行って、下に入って。久々にあれですね。銅線かけると硬いですね。やっぱり。この間ねちょっと商品盆栽の展示会行ったら商品盆栽なのに銅器でも銅線をかけるっていう人いました。すごいなと思って。なんかね汚れちゃいそうな気しますね。まあもう枝が傷まないかなっていうところですけどね。でまあそういう方もいるんだって。なんか商品盆栽特有なのか。理由は聞いたんですか？いやわかんない。やっぱり効くからって。ちっちゃいからほら針金アルミ線なんかいっぱいあるともう、見栄えはね見栄えが良くないわけですよね。で下手すると幹見えなくなっちゃうじゃないですか。アルミ線で20も30もやると。ただでも食い込むのすごそうだけどな。まあ臓器がそうですよね。そんな気がしましたけど、でもそういう方もいるんだと。肌荒れるやつとかだったらまだいいのかな。そうそう。紙1枚隙間が空くようにって言うんですけど、なかなか難しいんで。はい。針金かけはこう、何回か動画にしてるじゃないですか。そうですね。ただこのやっぱ肉眼で見るのと映像で見るのだと結構差がありますよね。なるほど。肉眼で見てるとね分かりやすいんですよ。視点を集中できるんでしょうねきっとね。そこら辺違うんでしょうね。カメラだとやっぱちょっと難しいんで。難しいんだ。図解でこうやってみますか。図解なるほど。でも針金かけは本当こういうと申し訳ないんですけど結構動画にされてる方で、すごいのありますよね。結構特に当然っていうね性質上というか、針金かけをもう皆さんやらされるんで。これもちょっと隙間が空いちゃったな。変な話業者さんでもいますもんね。まあねちょっとこれダメだな。一回切っちゃおうこれ。多分、ここにいるから気になっちゃうだけであって、気になっちゃう。そうですね。聞いてりゃいいんじゃんっていう、いや本当はそうなんですよね。そうしつけなんで、こんな感じですかね。そんな隙間もなくいきましたね。いいですか。どうぞ。今16番ですね。で正面から見えないように後ろから銅線回してると。そうですね。ということです。なんか葉っぱが汚い。じゃああと続いて18番とかだんだんかけていきます。18番は次は今度これとこれでここの16番途中までで終わってるんで、ここまでかけてれば頭下げやすいんですね。で上に乗っかって終わってると。で今度はこれとこれを18番とか、あとここの先端ですね。この枝とこの枝を18番とかいう感じでかけていきます。ここにもあるんでこれとこれと掛け合わせてこれとこれを掛け合わせるような感じですかね。これも同じ太さの枝同士をかけると。
そうそうそう、それもそうその方が早いよって話でしたね。あれさっきの14番だったかなあれこういうこともあります。こういうことあります、書いとかないとね。書いとかないと分かんないですよね漢字のとこ切れちゃって、あ、18だ。あ、ごめんなさい、さっきのね、だ14だ。これ今やっぱり14番14でし書けました。ちょっと硬いなと思ったんだけど14でした。でこれが、16でこれが18なんで、はい、で18はね結構使いますね。私は最終的に18番で最後仕上げる場合もあります。普通は20番22番って言うんですけど、枝先は18番はね結構針金減らす時には使うことがあるんで、それでねこういうのもちょっとやりづらかったらこれですね。今あれでかいか、ちょっとでかいかこれちょっとでかい今何しようとしてるかっていうと、はい、ここに針金をかけたかったんですけど、これ安定しないわけですよ。なっちゃうわけですよ。これねかける時にねかけにくいと、はい、なんでこういうのにこういうボロ雑巾を1個引いて、息荒れてますけどちょっと動くともう最近息が上がってます、ね、はいはい、こうすると固定されると、こういうプチ情報をね、はい、もう盆栽球は惜しみなく知ってる、みんな知ってるやとそんなの当たり前だよとかってできるだけこういうピッチ隙間を空けずにですね、隙間っていうのは2本分の隙間を空けずに、はい、でこの長さも適当に選んでるわけじゃなくて、こっちにかけたらこっちの途中まで行くようにということでしてます。ここで終わっちゃうと針金が、はい、これとこれが効かなくなっちゃうんですよ、これとこれ針金かけた時にこっちを動かすとこっちも動いちゃうっていう形になるんで、必ず片方の途中までこれをかけてあげなきゃいけないということで、これのここかその先ぐらいまで、この針金はねという意味でこれだけ残してあるっていうことですね。ここかな、これね今ここまで来た、はい、どこでも残してもいいですけどね、はい、こんな感じで、はい、でさすがに14番ではこう先側でかけられなかったんですけど、今16番って言いましたよね。これ確かに解説しながら日本はきついかもしれないな。こっち同じ話ですけどね、作ったやつだけ見せますか。じゃあもうそう言いましょう作ってる途中はもう同じですからね。でも繰り返し同じ話しますけど、初めて見るっていう方もね、そうなんですよ、いらっしゃるんでね、この動画をテロップとかはね、毎回出してますけど、でも分かんないでしょうね、多分初心者の人見たらね。そうですね、針金切りもこういうのはいろいろ商品用のやつありますんで、で今ここをやるのにちょっと届きづらかったんですね、丸刃のね、そうでこういう先端で、先端まで届く導線で、だからこれもどこも使い分けて、そうですね、これもここまでかけといた方がいいかな。はい、きれいに掃除したって言ったけどしてなかったですね。先にかけたのが14番で、これが16番なんで、これとこれをかけるということですねなんだか分かんないですよね、これね、分かんなくなっちゃうんですよね。なんかポイントありますか、針金かけ。ここは最初の本当初心者の人が上手にかけるためのポイント。クロスしないとか、交差させない、ね、必ずこういうふうに沿わせるんですね、綺麗に、はい、これが逆に例えばバッテンになっちゃって、これがこっちに対して逆にねこう乗っかっちゃったりとか、そうするとね効きが悪くなりますね。効きが悪いし見た目も悪いし、まず交差させない。そうですね。あと一番大事なのはだから適切な太さ。太さをね、これが一番大事かもしれないですね。アルミ線は曲げる枝の太さの半分ぐらい、2分の1で導線は一応3分の1と3分の1、はい、ということです。いうことですね。で、この枝をかける時も普通はこれとこれを次かけるのに、はい、この片方の途中までね必ずかけてあげると。太いやつを途中までかけて、その後の先端細いやつを、そうするとこれが基軸になってこれとこれが効くようになってくるわけですね。固定されるわけですね。固定されるっていうことですね。そこできてれば、理解してればもう針金かけできそうですよね。そうですね。
でも針金かけ綺麗だとおって思いますね。やってますね。うん、そうですね。だから自分のやっぱりね、私別に上手だって言ってるわけじゃないんだけど、自分のやつを動画で見た時に、あ、綺麗だなとか汚いなとか、今日乗ってないなとかあるんですよね。乗ってない。今日乗ってないなっていい加減だなとかね。まあでもやってる人って分かりますよね。そうですね、とりあえずここまでかけて、この針金はちょっと頭からずれてるようにも見えるんですけど、次ここの間に入ってくるんで、次の針金が、なんでちょうどその間のバランスとしては位置的にはいいかな。ここまで見てそんなに変な針金かけてないと思います。はい。さすが。いやいや、はい。続いて18番。はい。ですね。さらに枝先を細い針金でかける。そうですね。で、先ほど言ったように18番で最後仕上げちゃう場合もあります。はい。今回は。いや、やるかもしれないですね。やるかもしれない。はい。針金はね、できるだけ少ない方がいいですから、18番で最後まで仕上げちゃうっていうのもあると思いますね。で、あとは、あれですね、あんまり細い枝に太い針金かけると傷むことがありますので、枝がね。はい。で、これは18番ですね。よく使う18番。はい。前に動画でも言いましたけど、最初何番買っとけばいいですか、銅線は。銅線は本当は2単位にね、やればいいんですけど、そういう意味では22番と18番、あとだから木の大きさにもよりますよね。今のでいうと、この大きさ、これぐらいの商品盆栽やってるよって方だったら14、16、18、20はあった方もいいですけど、あと22でもいいかもしれないですね。なるほど。はい。今日のは2番手ずつ、2番手じゃない、数字の2ずつ、あるといいですよね。まあ、あとは細い銅線を2本かけるとかね、そういうやり方もありますから、はい。アルミ線を畳み込むことがあるんで、まあ 2.5 からかな、3ミリはあった方がいいんですけど、2.5とミリ単位ですからね、アルミの場合はね。5ミリ単位。5ミリ単位ですからね。だから 2.5、やっぱり2、1.5、1、そうですね、4つですかね。は持っといた方がいい。持っといた方がいいですね。で、意外にね、木を固定する植え替えなんかの時に使う時に18って結構いいんですね。18、1.8は結構使いますし、意外とね、いいんです。で、間にね、8に固定するってことですね。そう、8に木を固定するのに、1.5 じゃ細いし、2だと太いっていう時あるんですね。1.8 は結構いい時があって、で、あとね、1.2 っていうのも結構使ったりするんですよ。1.0 だとちょっと細すぎて、なるほどね。そういう。まあそんなアルミ線や銅線は盆栽級ストアで販売してますので。ということですね。そこ言わなきゃいけないですね。なるほど。あとはこれがすごく便利なんで、私もいっぱい流行らせて使ってる人が多いんですけど、これはラジオペンチ。ラジオペンチですけど、本当に手に入るやつですね。こちらはまあお店でも売ってるし、ホームセンターでも売ってるし、売ってますね。アマゾンとかでも売ってます。なるほどね。いいやつ欲しい人は盆栽級ストアでも売ってます。ステンレス用の。ステンレスの。これはアマゾンでいいですね。なるほど。僕はアマゾンの使って。そうなんですか。で、あとは手はこういうふうに下にね、添えた方が上手に見える。上手に見える。刃が傷まないんですか。そうこうやるとね、刃を上から押さえちゃうんで、やっぱり下からね、こういうふうに。で、先ほど言ったように私18番でちょっとあれですね、仕上げちゃいますね。それと、とりあえずここで一応3つ束ねて、作りましたけど、棚を、ここはね、正直言うと16番のところでそのまましちゃってます。ないならもう一本細いのでかけた方がいいんですけど、で相手があまりごちゃごちゃ、さっき言ってね、ごちゃごちゃになっちゃうんで、であとはね、こういうのはね、もうかけない方がいいですね、細いのは。かけていたんで枯れちゃったらもう元も子もないんで、と思います。やっぱ細い枝は18だと厳しいんで、20番でやることになりました。仕上げます。言ってること違うのね。急に20番でって20番でって言い出しちゃった。言い出しちゃったからあれ回し始めました。
さあ大体書き終わりましたかね。はい。これから形を作っていきたいというふうに思います。はい。はい。で下からですね。下はさっき大体作っちゃったんですけど、一回ちょっと確認しながら。はい。はい。一つはちょっとこうはまりすぎちゃってるんで、一回さっき言った一回内側に寄せて、こう出したいかなって感じがします。はい。幹に寄せて。幹に一回寄せてですね。小さく。はい。なのでこの辺で一回内側に寄せて。ここ外行ってますからね、ここで差しの話がここがなんかズーンとこう、ちょっと直線にねいっちゃってるんで、そう一旦これを内側に寄せてから外側に行くような感じ。わかりました。はい、ちょっとやってみたいと思います。ちょっとゆらりゆらりぐらいの感じですか。そうですね、ゆらりゆらりでストーンとこうやってくると、はい、こういうのが字幕打つ人大変でしょうね。なるほど。ゆらり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 ストーンでどうやって訳すんだろう。どうやってね、確かに海外の人にもね分かりづらいし、擬音ないですからね、海外の人ね。そうなんですよね。でこれはちょっとここは直線が長いんで、ちょっと畳まないといけないですね。そうすると、例えばここら辺で一回内側にこう寄せて、曲げてですね、この辺で内側に寄せて、この辺でまた外側に返すと。で最後はちょっと上に上げてあげるとどうだろう。これはちょっと後ろに持ってきましょうか。そう裏枝になるのかな。裏枝ね、ここにもあるんですけど、できればねこれを一番外側に持ってきたいんですよね。差し枝。差し枝で引かせるために。そうするとこれやっぱりこれを内側に入った方がいいんで、これは内側に持ってくる。ちょっと針金がだんだん変になってきた。そうですね。ちょっと多そうな枝が多いですね。これやっぱ取りましょう、真ん中の。はい。外出ちゃってるしね。これ3つ重なってる感じがあるんで、まあこれちょっと針金かかってないけど。よし。じゃあこれはもう裏ですから。これはもうさっき切っちゃってもいいって言ったやつですけど、これにこう作っといて、正面から見た時にここを邪魔しないぐらいに下げて、これもこの枝もこれにこう来るといいかなって感じしますね。これはね。そこも裏枝ですね。そうですね。裏は多くていいです、少し。下げた方がいいです。逆側の枝みたいな感じでね。そうですね。よし、じゃあ、最後頭ですね。頭がこの辺に来るイメージですかね。この辺にね。とりあえずちょっとやるだけやってみましょう。はい。ここあれですね。こういうのはね、前の針金の跡があるんで、ここ割れる可能性ありますから、こうケアしながら、ここを背中に曲げるってことですね。わかりました。そこは注意し。ここはね、ちょっと割れましたね。言ってた通りですね。言ってた通り。ないところでへこんでた。肩パスタ買ったんですね。買いました、ついに。ようやく。ついに。肩パスタ手にしました。ようやくフェスでお金が入ったんで。さっき全然お金ないって言ってたのにね。お金がないって言ってたのに。いいですね、やっぱりね。カットパスタ柔らかいし、ちゃんと一回木にくっつくとね、戻ってこないんでいいですよ。はい、静止が終わりました。まあまあだと思います。まあまあですね。ここはちょうど正面ですね。この辺頭少し大きく作ってますね。で、この差し枝はぐーんとこういったやつを内側に畳み一回折ってちょっと外でして、もう要はズドーンと。で、ここはね、間にこれですね。この辺はね、将来いらないかもしれないです。とりあえずあったんで。
残してる枝があるんで、商品盆栽でいうと残しておいた方がいいと思います。ちょっと大きな木だとするとなくてもいい感じがするんですね。なるほど。このズドーンってこのストーンと落ちてるやつを見せたいっていうのがあってではあります。でここら辺の隙間から、ここら辺がちょっとチラ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 とこんな感じ、ね、見えます、ここら辺がちょっと見える感じで、ここら辺は、この外ここら辺からちょっと見えるぐらいでいい。見えなくてもいいです。巨人の橋の明子さんがここからちょっと顔出すぐらい、ひょっこりたんみたいな、ひょっこりはんみたいな、ひょっこりはんかみたいな、ちょっと葉っぱが見えてもいいかなって。なくてもいいです。こんな感じで。なるほどね。はい。という感じでちょっと仕上げてみましたというところですね。まあほぼほぼ希望通りの形になったかなというふうに思います。で針金はねやっぱちょっと太いのをかけたんで、曲げてるうちにちょっと緩んだりするところありますけど、そこら辺はちょっと多めに見てねっていうことでの感じだと思います。今日言いたかったのは、これから冬場は黒松、五葉松、真柏、針金掛けの適期ですので、ぜひこの風にやってもらえればというふうに思います。でこれはやること一緒なんで、じゃあ1個だけあっていうのやってみましょうか。1個だけあっていうの、あっていうのはこの枝を使うかどうかが一番最大の問題なんですね。でこの場合はここの枝とこっちの枝とあるんで取っちゃおうかなって、真ん中の太いやつを。こっちとね、極太のやつ、こっちとこっちがあるんで、これもやっぱりせっかく太いですから幹が太いので、枝をコンパクトにした方が、迫力が出ると思うんで、そうすると、これ残すと多分でっかい木になっちゃう、これ残すようになっちゃうと思うんで、取っちゃいましょう。これなんか前回これ作った時、もうそう思いますね。同じ太いのを切って細いのだけでみたいなやりましたよね。そういう近いですね。はい、ということでこれもちょっと取っちゃいますね。これね、大丈夫だよね。はい、いきます。はい。よかったかな。よかったかな。いいですか。っていうか太い差し枝がないんでちょっと心配ですけど。太い枝がなくなりました。なくなりました。ちょっとここ少しきれいに削って。ヤニはどうですか。ヤニはこの時期はもうあんま出ないんじゃないですかね。出ないですか。ちょっと差し枝としては細いんですけど、枝があるんで、なんとか全体でカバーできるかな。でこれも畳み込んでちょこちょこっと作って、で裏はいっぱいあるんでこれも抜いてってと、なんか似たような作りになっちゃうんで、これは仕上がり状況を見ていただくと、仕上がりはおまけで乗ると思います。はい、ということでこの時期針金掛けはいいよっていうことですね。はい、ぜひ参考になればというふうに思います。この動画がいいねっていう方はいいねボタン、あとチャンネル登録、あとメンバーシップ、ぜひお願いします。ぜひお願いします。メンバーシップ動画も結構増やしてるので。そうですか。じゃあぜひ最低90円払って払っていただいて見ていただければ、多分結構中身の濃いやつはあると思うんで。そうですね。あと平間さん雑談が結構ありますね。雑談か、あると思いますんで、そちらの方もよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。